皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からリクエストをいただいた株式会社陽泰証券コード5357の点検を行っていきます。この会社は高熱から設備を守る耐火物で日本のものづくりを陰から支え、直近では麻生グループが筆頭株主になり、配当利回りも 5% を超えている注目の銘柄なんです。現場の目線でしっかりと点検していきますよ。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。現状の数値をサクッと確認します。配当利回りは 5.4%、 基準の 3.0% を超えているので合格です。稼ぐ力を示す ROE は 8%、 基準の 10.0% に届かず不合格です。倒産しにくさを示す自己資本比率は 80%、 基準の 50% を大きくクリアし合格です。利益の何割を配当に回しているかを示す配当成功は 64%、 基準の 50% を超えており不合格です。補足として本業で現金を生み出せているかを見る営業キャッシュフローは過去5年間安定してプラスなので合格です。次に事業内容と隠れ恩恵の深掘り点検です。陽泰の稼ぎの柱は大きく2つです。売上の 82% を占めるのが耐火物等事業、残りの 18% がエンジニアリング事業です。耐火物というのは鉄やセメントを作る際に1500度以上のドロドロの熱から炉を守る特殊なレンガのことです。ここで皆さんに知っていただきたい陽泰の強みがあります。それは特定の親会社を持たない独立系メーカーであるということです。だからこそ系列のしがらみなく鉄鋼やセメント、非鉄金属といった日本の名だたる大企業と幅広く取引ができているんです。現在300社を超える顧客基盤が陽泰の安定した稼ぎを支えています。さらに今の時代に強烈な追い風を受けているポイントが2つあります。深掘りその1、脱炭素化の波に乗る電炉シフトです。鉄鋼業界では今 CO2 排出量が多い高炉から環境に優しい電炉への切り替えが急激に進んでいます。なんと陽泰の鉄鋼向け売上のうち 75.9% がこの電炉向けなんです。世の中が脱炭素に動けば動くほど陽泰に仕事が舞い込むという無双状態にあります。深掘りその2、金属のゴミをお金に換えるリサイクル炉です。さらに非鉄金属の業界ではスクラップから金属を抽出するリサイクル炉が増えています。いろいろなゴミが混じった金属を溶かすため、炉には超過酷な環境に耐える高品質な耐火物が求められます。陽泰はこの分野の実績が豊富で他のメーカーよりも優位に立って新規案件をバンバン獲得しているんです。それでは過去5年間の業績の軌跡点検です。売上高は236億円から293億円へと右肩上がりで成長しています。しかし営業利益については41億円でピークをつけてから直近は35億円へとやや足踏み状態が続いています。これは決してサボっているわけではありません。円安による原燃料価格の高騰や大型プレス機やロボットなどの自動化設備へ徹底的に投資したことによる減価償却費の増加が利益を圧迫しているからです。つまり未来のさらなる成長に向けた筋肉痛のような状態であり、前向きな足踏みと言えます。次に財務の深掘り点検です。会社の健康状態を BS 貸借対照表から点検します。会社の貯金箱である現金は64億円あるのに対し、借金にあたる有利子負債はたったの2億円しかありません。そして会社の倒産しにくさを示す自己資本比率は 80% と高水準をキープしています。実質無借金経営であり、財務の土台はまさに鉄壁の安全基準を満たしている状態です。続いて私たちが一番気になる還元姿勢の点検です。過去5年間で配当は1株当たり17円から90円へと一気に5倍以上に増配しています。陽泰は配当成功 60% あるいは1株当たり配当金85円のいずれか高い方を実施するという強力な方針を掲げています。この方針は現在推進中の中期経営計画の最終年度である2027年3月まで続くことが約束されています。次に
直近決算と将来への特大シナジーについてです。直近の通期決算を確認します。売上高は前期比プラス 0.6% で293億円。営業利益は前期比マイナス 3.3% で34億円でした。鉄鋼向けの落ち込みを先ほどお話しした環境装置や非鉄金属分野でしっかりカバーしています。そして今後の成長を加速させる2つの特大ニュースがあります。深掘りその3、デンマーク企業との協力タッグです。デンマークの耐火物メーカーと日本国内での総代理店契約を結ぶことで基本合意しました。セメントやボイラー分野でのコスト低減や安全性の向上に直結する高性能な製品で強力な武器を手に入れました。深掘りその4、麻生グループ参画による相乗効果です。直近で麻生グループが筆頭株主になりました。これにより麻生グループが持つ強力な海外ネットワークを活用し、ヨーク市が狙うアジアなどへの海外展開が一気に加速すると期待されています。次にチャートと需給点検です。現在の株価は1668円付近で推移しています。年初来高値の2016円からは緩やかな調整局面に入っていますが、 PBR は 0.9 倍と概算価値の1倍を割れた割安水準に放置されています。信用倍率は 8.6 倍と少し改ざんが溜まってますが、この鉄壁の財務と高配当を考えれば過度な心配は不要と見ています。最後に結論、のんびりの判定です。脱炭素の電路シフトやリサイクル需要という強烈な追い風に乗り、独立系として大企業と幅広く取引、財務も鉄壁です。そして何より先ほどお伝えした下限配当85円という強力なバリアがあります。最悪の事態、つまり減配が起きても利回り 5% 超えをキープできるんです。万が一でも利回り 5% を死守できるまさに鉄壁の高配当株です。投資戦略としては現在の1668円付近から少しずつ打診買い、つまり試し買いを始めていくのが非常に理にかなっています。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。